こんにちは、ミニコです。制限エリアに入ってから充電しつつ朝ごはん。珍しく今回は通路側、機体変更があったそうです。スターフライヤーです。皆様こんにちは。今日もスターフライヤー福岡空港行き96便をご利用いただきましてありがとうございます。お近くのテレビモニターをご覧ください。スターフライヤーマンが案内してくれます。USB などの電源もあります。限定のオニオンスープにしました。福岡空港に到着。ギリギリの時間を縫って博多やりうどん別邸に来ました。福岡といえばごぼ天うどんですよね。入り口にもメニューがあるので決めながら待ちます。ざるうどんとごぼ天トッピングにしました。朝の仙台はまだまだ寒いので冬の格好で行ったら暑くなってきて冷やしにしました。でも周りを見渡すとほぼほぼ長いごぼ天が乗った温かいうどんを召し上がっていらっしゃいました。ちょっと後悔しつつもツヤツヤでもちもちっとした冷やしうどんも美味しいです。食べログ評価はなんと 3.61 という高評価のお店。ごぼ天トッピング別に頼んだのですが、ちょっと長さが短いように思うのですが、あくまでもインパクトにちょいかけるのが残念という視点からです。ごぼ天は衣のサクサク感とごぼうのシャキシャキとした歯ごたえが絶妙。お昼時に入店したので少し待ちましたが、席に着いてしまえばうどんの提供まであっという間。急いでいる時にもささっと食べられて良きです。ごちそうさまでした。美味しかったです。国際線ターミナルへ移動します。 Wi-Fi の貸し出しなどがあり、インターナショナル感がぐっと強まります。バスターミナルへ移動。別府行きのバスもう予約支払い済みです。該当のバスは満席、予約して大正解です。待合のソファーは座りやすいし、電源も各種あります。待っている間、何やら牛丼の匂いがするなと思っていたら、背後に吉野家があったようです。本日は亀の井バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。このバスは大分自動車道経由ノンストップ別府行き高速バス豊野2号です。終点の別府北浜まで3250円。動画でよく見かけるサンフラワー号が停泊していました。別府が海沿いにあることを忘れていたので、急に現れた海に歓喜しています。まもなく終点北浜です。お降りの際、一番線はございませんよう、今一度ご確認お願いします。またバスが完全に終着のバス停の目の前にあるのが今夜のお宿、西鉄リゾートイン別府さんです。チェックイン完了。お部屋は最上階の10階。左側にこういったハンガーと荷物置きとスリッパは割とこじんまりしてる感じなんですけど、こんな感じ。バス降りて目の前なのでめちゃくちゃ便利で、空気清浄機があって、でここに棚とテレビとこうしてよいしょ、
こんな感じで大浴場があるホテルになります。この大浴場と露天風呂がなんかすごいいいという風に口コミがありました。そしてグラスとカップとポットとドライヤー、お茶はなんかフロントにここがちっちゃいソファー。でもこういうこじんまりしたなんか秘密基地みたいな感じ好きかも。座る、お、いい感じ。座るとここにすごい囲まれ感があっていいかもです。でこんな感じでテレビ、コンセントもさっきの棚の方に1つとここに2つと LAN ケーブルがあります。1人にもクッションかわいい。そしてこの棚にティッシュと電話とメモと、ここは開かないの。あれ、よいしょ。あれこっちか。はい、いつも開ける方向を間違う冷蔵庫です。ひんやりしてるかな。ここが水回り。お風呂は大浴場に行こうかと思うので一つ買わないと思うんだけど、タオルとかウォシュレットがあって、初めて見るタイプのシャンプー類。なんだろう、きっとここを開けると窓がじゃない、海が見えます。すごい眺望いい。大江戸温泉物語さんではないですか。いつもお世話になっております。すごい、結構遠くまで。そうなんだよね。海沿いっていうことを忘れていました。方式なんですけど、こんな感じになってて、ボディタオルがあるのが良かったです。で、テレビはサブスクはこんなに見れるテレビです。近くの居酒屋さんの予約時間まで1時間ほどゆっくりします。では出発します。ホテルから徒歩3分ほどです。食道楽と坂さんに来ました。一人でもテーブル席に案内していただけるの嬉しいです。ではメニュー見ていきます。日本酒の品揃えで遠くに来たことを実感します。焼酎の種類がたくさんあるのも九州に来たことを実感。タブレット方式ですが紙のメニューもしっかりあるのも嬉しいところです。食べたいものありすぎて悩みます。生ビール10ジョッキのザ・プレミアムモレツにしました。お疲れ様です。ゴキブリ、カツオと下の段が大乳島オイスター、琉球、蒸し鶏のマリネ、しらすの蒸しになっております。大分県産カトレー醤油でお召し上がりください。大分に来たら関そば食べてみたかったので嬉しすぎます。他にも琉球などの郷土料理の小鉢もあり、大分を楽しめる一品。こちらはお通しです。えのきやなめこなどが入ったネバネバ系の好きなやつ。こちらもさっぱりと美味しいです。そして念願の関そば、めちゃくちゃ美味しかったです。サバをお刺身でいただくこと自体もしかして初めてかもです。上質な脂のとろりとした濃厚な味と旨味、最高すぎます。これ名前聞き取りすびれちゃったんですよね。これも舌の上でまろやかに溶けていくかなりのうまさ。これは早めに日本酒に合わせてみたい感じです。こちらは関ぶり。お刺身のレベルが高すぎるんです。
そしてカツオ、こちらが大乳島オイスターです。大分県佐伯市の大乳島で養殖され、臭みやえぐみがなく濃厚ですっきりとしたうまみ。こちらは琉球、地元で採れた新鮮な魚をタレとあえて食べる大分の代表的な郷土料理。そして蒸し鶏のマリネ、こちらはしらすおろしです。そして自家製塩麹の鶏天、ポン酢でいただきます。大分に来たら食べたいものに鶏天もありました。カリッとした衣とジューシーな食感で美味しいです。大分のソウルフードですね。からしを添えて食べるのも特徴。唐揚げと違って皮なしの肉を使うためか、サクサクと軽く食べられる印象です。こちらがおはい、次いたし日本ます。酒タイムに突入です。花恵み特別純米もっきりで900円です。大分県佐伯市のお酒です。こぼさないようにお気をつけてお飲みください。ありがとうございます。失礼します。すっきりとした飲み口で美味しいです。お刺身によく合うと書いてあったので、ちょっとずつ残していたんですよね。ほんとお刺身の美味しさが群を抜いています。日本酒は知恵美人とどちらにするかすごく悩んで花恵みにしてみました。この空間とっても落ち着きます。ヒオウギ貝かなり気になります。ということでヒオウギ貝のバター醤油焼きを注文。初めて聞く名前です。メニュー写真の綺麗な貝殻が印象的だったのですが、その通り自然のままのカラフルな貝殻が最大の特徴で、敵から身を守るためのサンゴの保護色とも言われているそうです。ホタテに負けない太い貝柱を持ち、より濃厚で甘みが強いです。バター醤油の風味もすごく良かったです。なのでちょっと飲んでみます。読み方はヒオウギ貝。愛媛県の愛南市や大分県の佐伯市など南日本の暖かい海で養殖されているそうです。この作業好きな方が他にもいらしていて嬉しかったです。かぼす生搾りサワーを注文しました。かぼすの生産量の9割以上が大分県産。クエン酸などの体に嬉しい成分が含まれます。お酒を飲んでいてもちょっと健康に良さそうな感じにもなりますね。大分のものたくさん味わえて至福な時間でした。メニューにはしゃぶりなんてのもありました。こんな感じでのれんで個室風になるので、一人飲み初心者さんにも嬉しい作りです。予約時点でカウンター席かテーブル席かと聞かれまして、時間が2時間制とのこと。ごちそうさまでした。大満足です。
別府タワーがライトアップされていました。季節ごとに色は変わるようです。ホテルに帰ってきました。ホテルの温泉も楽しみたいので少しゆっくりします。こちらは素泊まり1泊で7495円でした。お手頃で便利が良くていいとこ泊まりました。フロントに申し出ると貸していただける床子もありました。そしてお腹いっぱいなのになぜか買ってしまったサワーとナッツで、なぜか早速開けてます。とりあえず食べてみないと気が済まないらしいです。お風呂に行きがてら館内もちらっと見てきます。フロントの前を通り過ぎると、その先は亀の井バス北浜バスセンターに直結しています。荷物預かりはセルフで行います。アメニティはこんな感じで置いてあり、羽織の貸し出しと浴衣のサイズごとの貸し出しがあります。大浴場は2階。途中に喫煙室と自販機。アメニティは大浴場前にもありました。大浴場は男性はルームキーで、女性は専用カードキーを使って入るシステム。日本一の湧出量を誇る別府の湯を引いた温泉。露天風呂もあり、ヒノキの香りに包まれる癒しの時間。脱衣所は洗練された綺麗さで、各種アメニティがあり、ロッカーは鍵付き。浴衣や羽織があるので旅館みたいです。窓、改めて見たらこんな可愛かったです。では寝ます。おやすみなさいませ。おー、まぶしい。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 おはようございます。すごい。眩しくて見えない。別府に来たら行きたいとこリストに入れてるお店で朝ごはんにするので、身支度してチェックアウトをしなければです。別府の街には鬼と足湯がたくさんありそうです。まだ開店前ですが、こういったビルにも足湯があるのですね。バスに乗って目的地へ。地獄バルひょうたん温泉前バス停にて下車。出湯坂をのんびり歩きます。当初乗ろうとしていたバスだと目的地のもっと近くに止まるようでしたが、先に来たバスになんとなく乗っちゃいました。日本一の湧出量を誇る別府八島。中でも最も多く湯煙が集中するのがここ鉄輪温泉です。目的地までの散歩も楽しい。足湯と足蒸しがあります。営業時間前なのでちらりと覗いてみます。今日の服装を完全にミスりました。こちらは足蒸し。特に
にヤシ蒸しやってみたかったです。そしてその隣にあるのが地獄蒸し工房神縄さんです。とても人気のお店で予約は受けていないので、オープン時間にはたどり着こうと思っていたところ、オープン30分前ぐらいに到着して一番乗りでした。ちなみに平日です。オープンしている時間帯で言えば、受付で待ち札番号をもらってから券売機でチケットを買う仕組み。食べたいものと地獄蒸し釜使用料の券を買います。次にスタッフさんに券を渡し、釜の番号をいただきます。その後、厨房からざるに入った食材を受け取ります。はい、9番。そして意気揚々と地獄釜へ。こちらに分かれてください。はい。では今から食材蒸す体験の方を始めていきます。はい。釜に入れていただく体験できますが、体験されますか？はい。横で大丈夫ですか？はい、横で。では始めていきます。はい。9番の釜の蓋開けていただいて、お隣8番の上に置いてください。結構重たいので、はい、真ん中グッと持っていただいて。釜の中に網がございます。網の両サイド持っていただいて、こちら手前の方へ出してください。はい、ではこちらの食材、網の上にお願いします。はい、では中にお願いします。はい、最後に蓋していただいたら終了です。ありがとうございます。外していただいて大丈夫です。水やポン酢、お塩などが厨房近くにセットされていました。ポン酢がおしゃれなジャグに入っていました。次のグループがなかなか来ないので動画撮りまくりです。と思っていたら5人ぐらいの外国人さんたちで、注文自体に時間がかかっていた様子でした。席は釜の近くのほか2階にもあります。15分経ち、この時点でも次の団体さんいたかいないかって感じでした。両サイド持っていただいて、こちら手前に出してください。はい。食材タレお願いします。食材だけ。網は釜の中に入れますので。回してください。最後蓋していただいたら終了です。魅惑のお一人様セットと地獄蒸し釜使用料でこんな感じです。ではいただきます。蒸したてで熱々ほかほか美味しいです。ただちょっとの天安地高が少し足りないかもって感じですかね。豚まん、ちまき、卵が入っているので、これに何かを足すかどうか迷っていたのです。このシステムだと後で追加は難しそうですもんね。別府温泉豚まんも熱々です。今日は割と日程がタイトなので、ここを一番に並べたことはタイパ的にも20丸でした。豚まんから昇る湯気がすごくいい感じ。常に野菜不足なので摂取しておきます。他に海鮮セットや肉セット、蒸しそばやエッグタルトなんていうのもありました。中華ちまきも大好物です。卵は蒸したてはまだまだ熱いからとスタッフさんが冷やしてから渡してくださいます。さすがです。あとレモ茶が追加できればよかったんですが、2人前からだったのですよね。ごちそうさまでした。美味しかったです。どこかのテレビ局が取材に来ていたようです。
別府に来たら行きたいところのもう一つに、鳥天発祥のレストラン東洋軒がありました。そこで鳥天をテイクアウトして、名物の駐車場の案内係さんを一目見たいと思っていたのですが、別府ならではの地獄巡りをするのも今しかないチャンス。3泊にすればよかった。アナのセールで航空券を買った時はまだ具体的に行く場所は決めておらず、2泊の日程で往復チケットを買っておいたのです。散々悩み、地獄を少し巡ることにしました。まず来たのはかまど地獄。7カ所の地獄に連続する2日間にわたって入場できる券が2400円。一つ一つ入場券を買うと1地獄につき500円となります。1000温98度の噴気で古来より氏神の八幡竈門神社の大祭に地獄の雰囲気でお供え飯を炊いていたことが名前の由来。喉肌の湯の体験コーナーむせました。ますます健康にじわりつつ、かまど地獄の煙の実験です。煙の粒子を核として周りに水蒸気がくっつき、目に見える状態にする実験。空に雲ができるのと同様の原理で、下の水が高温であることが条件とのこと。名物の地獄蒸し卵などが買える売店は長蛇の列で、足湯も大人気でした。足湯は無料、入りたかったです。海地獄に来ました。チケットを買うだけでも行列。海地獄は国指定の名称なんですね。こちらは赤池地獄。水面が海のようなコバルトブルーに見えることから海地獄と名付けられました。庭園には美しい蓮の池。地獄蒸し肉まんも食べたいのですが、鬼石坊主地獄も行ってみたいのですが、バスに乗ってホテルで荷物をピックアップし、別府駅まで急ぎたいと思います。その後は湯布院までバスで行くのですが、早く行って並ぶべきと判断しました。途中、興味深い共同浴場を発見。別府観光海の親と言われている油屋熊八氏の像も見ました。バス時刻の20分前にバス停に着き、座れる位置であることを確信して並びました。普通の路線バスなので、皆さんスーツケース持参で、車内は出発時からぎゅうぎゅう状態。乗り継ぎさえうまくいけば列車の方がのんびり行けるかもしれません。別府ロープウェイでも数人降りられました。そして数人乗られました。車窓からの眺めは鶴見岳、由布岳を望める絶景も多いのですが、何せ山道、かなりの急カーブも多く、大混雑の車内は地獄絵図と化していたと言っても過言ではないかもしれないです。私のスーツケースはストッパーがないので、動かないよう抑えるのも必死でした。53分ほどで湯布院駅に到着。料金は1100円です。湯布院観光名物の辻馬車、おむすびカフェ旅むすびさんに来ました。駅前が大混雑だったので、静かな店内にほっとします。
ちゃめちゃお腹は空いているのですが、時間的に夕飯を考慮しなければです。メニューを決めたら店頭に行き、注文とお会計をします。テイクアウトされる方も多いようです。ごま油香るサバと高菜とやめほうじ茶のアイスにしました。海苔は別添え。ではいただきます。別添えの有明産の海苔を自分で巻きます。そういえば地獄蒸し以来だから、そりゃお腹も減りますね。香り高い海苔は別添えなので、パリパリと良い音を立てて風味が増します。地元の農家さんが育てた大分県産米は毎日おむすびに最適な状態になるよう羽釜で炊き上げられています。サバも高菜も美味しくて、あっという間に完食。美味しかったです。ごちそうさまでした。タクシーもほぼいなさそうだったので、もう宿まで歩きも覚悟した矢先、なぜか運よくすぐタクシーに乗れました。6分ほどでお宿に到着。お宿編はいつものように別動画を作りますが、こちらがほんと良かったんです。全室離れ、露天風呂付き、個室での食事に加えて夕食時飲み放題。なのに驚きのお手軽料金で感動すら覚えてしまいました。岐阜岳も見えるのです。そんなお宿さんをチェックアウトして近隣湖近くのカフェに向かいます。壁のいい別荘敷地内にある砂防天井さちきさんに来ました。なんと運転手さん、こちらまで荷物を運んでくださり感激です。10時過ぎぐらいの入店で一組待ちでした。20分ほど待って席に案内していただけました。江戸末期の造り酒屋を移築した歴史あるカフェ。外の景色が眺められる特等席でした。天井裏を改装した店内は落ち着いた空間で、グレゴリオ聖歌が流れます。朝9時から営業されていて、モーニングメニューもあります。私は旅館の美味しい朝ごはんをたっぷりいただいた後なので、軽めのデザートがいいかなと思ってました。そしてもしテイクアウトが可能ならあれも注文したいな。のんびりした優雅な時間が流れます。天井さじきブレンドとプリンレモネーゼをお願いしました。ではいただきます。口の中にゆっくり広がるコクとまろやかさ。途中でレモンを絞って味変を楽しむとのことで、まずはこのままいただきます。これかなり美味しかったです。メニュー記載の通り、ミルクの風味とクリームのコクが美味しいプリンですが、なんか初めての味なんですよね。レモンのカットも斬新でセンスの塊です。通常プリンにはカラメルソースですが、その代わりにこの国産の生レモンです。さっぱりとどこかチーズのように味わいが変化します。これ毎週食べたいぐらい美味しいです。そしてこちらのお店は食べログ評価 3.64 で
2022年の100名店にも選ばれています。タクシーの運転手さんに行き先をこちらと伝えたところ、遠くからも天井幸木さん目的でいらっしゃる方も多いそうです。接客も丁寧ですし、ほんとわかります。帰りたくないのですが帰らないとです。ごちそうさまでした。美味しく優雅なひとときでした。夜はバーになるようです。1階には専用の待合室があり、その向かい側にはお土産屋さんがあります。またいつかゆっくり来れるといいなと思います。ちょっとのんびりしすぎました。12時1分発の湯布院の森に乗るのです。急ぎつつも道中気になるところばかりで止まってばっかりなんです。近隣湖もタクシーから見えたからいいですかね。湯布院といえば食べ歩きも楽しいところ。同時に以前から気になっていたフローラルビレッジもちょこっと見たいのです。まるでジブリの世界にでも迷い込んだような夢ある世界。てか人多すぎてお菓子入れるの大変そうです。かわいい世界ですが一通り歩けば満足です。そして宿泊施設でもあるのですね。どこのお店も入らなかったのですが、お土産屋さん的な感じなのでしょうか。人力車も走っていました。もうあとはスーツケースを引きずって競歩状態で駅に向かうのみ。念のため位置をマップで確認したところ、向きが駅と逆方向を向いているんです。もう絶対に逆方向などには行ってはならないんです。99.999% 合ってるはずなんですが、誰かと答え合わせがしたい。そんな中、なんと突然目の前にタクシーが出現。よし、運転手さんに聞こう。いや、乗ろう。そんなこんなで無事に湯布院駅に到着。これは湯布院の森改札待ちの長蛇の列。先ほどのタクシーの運転手さんによると、湯布院の森は日本人が予約できないほど海外の方が多く乗っていた時期があるそうです。私は先頭車両の5号車を予約できました。私が持ってるくらいの小ぶりのキャリーは足元か荷物棚にということでした。窓際の席なので、隣の人が不在のうちにここからの風景を撮っておきます。天井挿し木で買ってきたものを車内で食べようと思います。風景もおすすめの側なので楽しみです。3号車ビュッフェワゴンサービスからのご案内でした。ホットコーヒーにゲートプロセスしたお得なコーヒーセットをご用意しています。軽食には湯布院産の牛乳。豊後の森機関車かろうじてカメラに収められました。お待ちかねの車内販売が来ました。皆様にご案内申し上げます。これより先、車窓からの風景が魅力です。また、真鶴町に点在する桜滝、観音滝とともに列車が滝南港を通過する際、再びご案内申し上げます。
由布の芳醇バイツェン単色は喉越しがよくフルーティーで爽やかなビールです。天井桟敷さんでメニューのどこにもテイクアウトかとは書いていなかったのですが、ダメ元でお聞きしてみたところ、カツサンドのテイクアウトは可能とのことで嬉しかったです。矢場ひたひこさんの緑あふれる大地で育った金雲豚の厚切りカツに特製ソースを使用した亀の井別荘オリジナルのカツサンド、野菜のピクルス付きでした。お肉がジューシーで食べ応え抜群、マスタードやパンともよく合い、めちゃめちゃ美味しかったです。オリジナルキャンディーをいただきました。もうそろそろ博多に着きます。良い席取れてラッキーでした。まだどうしても行きたいところがあったのでコインロッカーを探すが撃沈。なんとか1200円のところは空いていたんですが、硬貨12枚も持っていなかった。なんであんな大都会なのにスイカ方式じゃないんですかとなってました。でも諦めてキャリーとともに行動。目的地近くになった途端、渋滞に巻き込まれ20分近く遅延して到着。若干キョロキョロしつつほぼ小走り。このスタバは一応取っておきたいところでした。インフォメーションでキャリーを持ったまま行ってもいいか確認し、ありがたいことに平坦な道を教えてくださいました。サカナクションの山口一郎氏から献売された梅の木もありました。今日は御本殿改修中の仮殿をどうしても実際に見たくて来ました。それがこちらです。屋根に緑の木々という斬新すぎる佇まい、知ってからずっと見てみたかったのです。帰りに梅替え餅を購入。帰りのバス停は大混雑で、前のバスに乗り切れず、どんどん人が増えていっている様子。電車を乗り継ぐという選択肢もあったかもです。なんとか博多駅に到着。地下鉄2駅で福岡空港へ。スマホを充電しながらベストポジションで飛行機を眺める。最後バタバタでしたが、仮電は5月までのようなので行けてよかったです。空港で自分へのお土産を何点か購入。そしてポケットに入れておいた梅替え餅、やっと食べられます。焼きたてで熱々だった餅はすっかり冷めてしまいましたが美味しいです。かなりのバタバタでしたが充実の3日間でした。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントにハイプ、そしてメンバーシップへのご参加お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。